こんにちは、やぎちゃんです。今からニュージーランドに一人で行ってきます。皆さんがいつも動画を見てくれるおかげで、なんと今回はニュージーランド航空さんから飛行機のチケットを提供いただきました。みんないつもありがとう。今回はミッションがありまして、なんと初めての海外一人旅でございます。日本からニュージーランドに着いてから現地でも乗り換えがあるので、とっても不安です。大丈夫かな？というわけで、初めての海外一人旅、ペンギンと野生のキウイを探せ編、始まり。成田空港着きました。12時過ぎでフライトが7時前、6時45分なので、自分史上一番早く、着きました。初めての一人ぼっち海外、不安すぎて7時間も前に着いてしまいました。荷物がこのちっちゃいザックとちっちゃいスーツケースあるから、1個預けて空港内フラフラしてようかなと思ったら、早すぎてまだチェックインもできないし、荷物も預けれなかったので、当然だ。うなぎを食べようと思う。美味しそう。キラキラだ。しかも尻尾じゃない方。お寿司は昨日食べたから、今日は何を食べようかな。予算は2000円以内。ラーメンもいいけど、現地でも美味しいラーメンがあったからうなぎにしよう。いつもは頼まないけど肝水もつけちゃった。今回の旅は1ヶ月弱、絶対に日本食に逃げないと決めております。一昨年は2週間でお寿司とラーメン食べちゃったんだよね。今回は絶対にニュージーランド人になりきるんだと思っています。今1時半です。3時45分、3時間前にチェックインが始まるので、あと2時間ちょっと今週の動画と来週の動画を仕上げて設定までやっちゃいます。ニュージーランド行っても動画公開できるからね。早く来すぎた。18時45分発オークランド NZ90 定刻。ついに一人旅始まります。オークランドっていう北島の空港に着いて、そこからニュージーランドの国内線を乗り継いで、まずはクライストチャーチっていうところまで一人で行かなくてはなりません。大丈夫かな。さっきチェックインして搭乗券を見たんだけど、エコノミーで予約してたんだけど、ちょうどプレミアムエコノミーかビジネスクラス席空いてるので、よかったらアップグレードしますよって言ってくれて、なんとビジネスクラスに乗ることができます。乗ることができますと言っても、どういう席かあんまり分かってませんが、きっとなんか高級な席、これまで選択肢にも上がらなかったビジネスクラスという席に座りました。まず席が斜めになっていて、右の人と左の人はいません。そして急にオレンジジュースが渡されます。いいんですか？しかもすごいつぶつぶしていて濃厚なの。機内でスリッパ履こうと思って自分でホテルのアメニティを持ってきたんだけど、それよりもいいスリッパ。なんと離陸後に機内 Wi-Fi が無料で使えます。動画は見たりできないけど LINE とかチャットは使えました。ありがたい。そしてとっても素敵なアメニティグッズをご紹介。ニュージーランドの紫の靴下、あとはハンドクリームとかクリームがいくつか入ってました。しかもニュージーランド特産のカワカワバーム、歯磨き粉、歯ブラシ、ボールペン。旅の記録はこれで書こう。もともと靴下履いてたんだけど、早速履き替えてニュージーランド気分を味わいます。かわいいね。ちなみに今日のワンピースはニュージーランドカラーを意識して旅にしました。
実は前日までずーっと動画を作っていて、あんまりニュージーランドについて調べられていなかったので、入国の方法とか、どんな鳥さんがいるかとか、どんな場所にどんな順番で訪れたいかとか、計画を立てることにします。そしてさっきからずっと気になっていたこちらの紫のサッシは、なんと食事のメニューです。ニュージーランドの新鮮な旬の食材を使ったニュージーランドらしいメニュー。アロハの精神を込めて一品一品丁寧に作り上げたお料理。やったー、夜ご飯だ。いただきます。ちょっとこれ喋ってたり結構してたんだけど、飛行機の音がすごく大きかったのでアフレコで失礼いたします。まずは前菜と、そしておかわり自由のパンと、この時私はサイをお願いしました。メインはお肉です。すごい柔らかくて美味しいお肉の煮込みでございます。ビーフ or チキンとかビーフ or フィッシュ、ポーク以外のメニューを初めて飛行機で食べています。普通にレストランで食べるのと同じくらいのクオリティですっごい柔らかくて美味しいの。しかもね、お皿が陶器なんですよ。そう、紙皿じゃなくて陶器なの。本当にさ、軽量化が一番大事だと思うのよ、空の上って。なのにこの陶器でこの美味しいご飯を食べられる幸せ、一個一個盛り付けてくれてるんだもんね。本当にありがたい。そしてなんとデザートもついています。フォンダンショコラにしました。中のチョコがトロットロで美味しい。辺りは結構暗くなっています。私まで電気消すとこんな真っ暗です。そろそろお休みタイムかな。時刻は9時53分です。10時にあんな甘くて美味しいガトーショコラと生チョコとフォンダンショコラの合体版みたいなものを食べてしまいました。ごちそうさまでした。暗くてピンと合わないね。どうやらこの後乗務員さんにお手伝いしてもらって、今座っているこの大きい椅子がベッドになるらしいです。ベッドができる前に寝る準備をいたします。洗面所はないのでトイレで歯磨き。水もきっと飛行機の上は貴重なので、ペットボトルの水をティッシュに取って洗顔とスキンケアをします。スタッフさんが椅子を平たくして、待って、フルフラットになるなんて聞いてないんだけど、幸せすぎる。日本からニュージーランドまでは10時間半くらい飛行機でかかるんだけど、2時間ご飯を食べて6時間寝て2時間朝ごはんを食べたらあっという間についてしまいますね。隣の人との境目もすごく高いので、本当カプセルホテルみたいな感じで安心して眠りにつけそうな感じ。10時18分です。地球の歩き方を読んでクライストがチャーチについて一人で何をしようか考えながら寝ようと思います。おはようホテル。おはようございます。すごくよく眠れました。やっぱり飛行機の中は乾燥するからマスクとかで対策をしています。今いる場所がこの辺を4分の3ぐらい来ましたね。到着までの時間は約2時間。ねむねむとしているとスタッフさんがキウイジュースを持ってきてくれました。バナナのスムージーと選べます。やっぱニュージーランドだからキウイなのかな。私飛行機の中でかなり静かだと思うんだけど、この後の
ニュージーランド国内での乗り換えが全て英語だから本当に大丈夫かなと思ってすっごい緊張しています。動画の15分ぐらいからだんだんいけるかもって気持ちになってきて元気が出てくるのでしばしお待ちを。朝ごはんは美味しいオムレツとパンです。待って、オムレツにチーズ入ってるんだけどなんかバジル味するしおしゃれ。バターが毎食配られるので、オムレツに禁断のバターをつけさせていただきます。あったかい卵が出てくるからバターが溶けてふんわりしてて超美味しい。そしてあと1時間でニュージーランドに着くなんて幸せすぎる。そろそろお化粧をしようと思います。旅のお化粧グッズは山と同じです。この100均で買った網編みのポーチにメイク道具が入っています。無印の鏡付きのパレットに自分が使う分だけのアイシャドウとか眉毛描くやつとかが入っています。ちなみにお手洗いはこんな感じ。大人が 2,3 人入れるくらいのスペースで白を基調としてかなり清潔感のある綺麗なお手洗いになります。夜は全然気がつかなかったんだけど見てー、空がすごい綺麗です。ニュージーランドの島が見えてきました。おー、高いですな。到着しました。私が英語で話しかけられてメニューを指さしたりちょっとしてるから最後の方は日本人のスタッフしか来なくなりました。ここから荷物を引き取って入国審査を受けて国内線の乗り継ぎがあります。あったかい、だいぶあったかいです。南半球来ちゃった。やばい。So the Japan SIM card is here. This is your New Zealand number. Thank you. 空港ペイが使えるらしい。And you can choose currency, but usually choose local is cheaper. Uh, 確認。残りのデータの確認はどうしますか？ so you can download the app. Then with the phone number, this is your phone number in the app. You can check. Okay, thank you. No problem. 入国審査が終わりました。大丈夫だった。危なかった。アウトドアのハイキングで使っているシューズとマットがあるからそれを出してください、見せてくださいみたいになって、ファームで使ってましたかとかいろいろ聞かれたんだけど、ちょっとあたふたしてちょっとってなってたらスタッフの方が Google 翻訳を使ってくださって無事通ることができました。危なかった。緊張した。はい、時計変わってますね。10時24分です。次の飛行機が12時なので1時間半くらいあります。国内線乗り継いで他の都市へ行かれる場合はオークランド国際空港で再度荷物を預けられます。チェックインゾーン A にあるバックドロップにお持ちください。なるほど。ザックとスーツケースがあるからもう一回預ける。
いってらっしゃい。荷物無事預けられました。簡単でした。ピッて押すだけで、今から国内線の乗り換えをします。ドメスティックターミナルを探す。あった、分かりやすい分かりやすい。めっちゃ矢印が、下にも矢印があるし、見て、私のような初心者にもなんか行けそうだぞ。空港の人がね、みんな優しいし、分かんないみたいな顔してると、翻訳機パッて出してすぐ対応してくれるし、こっちおいで、こうだよみたいな感じで教えてくれるし、楽しくなってきたこの緑の線をたどって国内線まで行けばいいんだね。歩いて10分ぐらいのようです。すごい、ここまではいい調子だ。荷物も預けて、入国審査も無事通って、SIM カードもゲットして、お金も落としてないし、飛行機に忘れ物もしてないし、完璧だ。あとはクライストチャーチに着いてから、今日はエアビーで宿が取ってるんだけど、そこまでと、そこからちょっとクライストチャーチの街に出かけようと思っているので、それもちょっと不安だけど、なんかみんな優しいから行けるような気がしてきた。本当に3秒に1回ぐらい標識が出てるから絶対間違えないわ。これありがたいですわい。しかもさ、壁がさ、見て、グレートウォークの綺麗な景色とこの標識なの。テンション上がる。ワクワク。おー、着いたー。あった、あれ、クライストチャーチ12時 B32。 あ、チケットは最初にもらっていたし、荷物の預け入れは全部無人でやっていたので楽々乗れました。英語で話しかけられると何言ってるか分かんない時もあるけど、モニターに英語が表示されればそれを Google 翻訳で読み取って日本語に変換して理解できます。さっきよりもかなり小さな飛行機で国内線に乗り換えます。よかった、乗れて。機内に乗ったら安全ビデオが流れます。国際線の時もそうだったんだけど、普通の安全ビデオじゃなくって、ニュージーランドバスケットボールが有名なんだよね。それのね、ちょっとプレーをしながら注意事項が流れるっていうビデオです。Yeah, making good progress. Just going to get back up on the gate, just back the aircraft on time.やったー、着いた。クライストチャーチまで着きました。頑張った、えらい、すごい、着いた。しかも晴れてます、嬉しい。オークランドは暖かかったけど、クライストチャーチはちょっと涼しいです。過ごしやすいね。どうしようかな。一旦ここから街中に行きたいんだが、荷物が多いから宿のところまで行こうと思う。
タクシーを調べたら20ドルって書いてあってちょっと高くて、バスで行こうと思うんだけどわからん。あ、バスっぽい。こっちか。どれかな。番号が書いてある。聞いてみたらいいんかな。お、これだ。あと4分で着く。いいねいいね。なんとかバスに乗れました。もうこのね Google 翻訳っていうこのアプリ使ってるんだけど、これが Google 翻訳で伝わらなくて、電話だと思ってバスの運転手さんがずっとこうやって、あ、これは翻訳機です、そこに向かってこのバスはここに行くか教えてくださいってこうやってなんとか伝わりました。125のバスに乗ることができました。これってバス停みたいな感じで止まらないらしくって、ネットの記事によると Google マップで見て自分が降りるところをポチって押して降りるみたいなので、ちょっとちゃんと Google マップを見つつ行こうと思います。でもなんかね、分かった次からはバスの番号を見て進もうと思う。無事今日のエアビーの宿の最寄りまで降りてきました。天気良すぎ。車路中がデフォルトなのかな。私頑張った。偉すぎ。もうちょっと。35の緑のフェンス、35の緑のフェンス。お、緑のフェンス。35って書いてある。ここだ。35の緑のフェンスの曲がったところに入ってセルフチェックイン。ここかな、ここだな、きっと。セルフチェックインだから人出てこないかな。ちょっと出てきてまくし立てるように喋られたらちょっと分かんないんだけど。35だ、ここだ。35。いいな。Hello. Hello. Hi. Just in this room here. Thank you. It's okay. And the bathroom is just here. Yes. Hi. Thank you. You're here. Here's your room for you. Thank you. お願いします。 Here we play. ちょっとクライストチャーチの街中までバスで45分ぐらいらしいから行ってみようかな。明日からは自然コースだから行ってみよう。なんて言うんだろう、ちょっと出かけてくるねってちょっとでもお話できたらいいんだけど。バスちょっと遅れてる。3時8分です。変歩よ。イエーイ。バスの乗り換えもできた。
セミが鳴いてる。クライストチャーチの中心街に来ました。いや、バスフルで乗れなかった時はどうなることかと思いましたが、無事次のバスに乗ってたどり着きました。でクライストチャーチがなんかね、見どころがね5カ所ぐらいあるみたいだもんで、ちょっとサクサクと見ていこうと思います。いろいろ行って公園でちょっと鳥探したり時間潰して、最後なんかご飯とかお店とかがいっぱい入っている場所に行って夜ご飯を食べて、また宿に戻ろうと思います。はあ、楽しいね。クライストチャーチはニュージーランド南島最大の都市で、イギリス人の開拓によって発展しました。イギリスの伝統的な建築や美しい街並みから、イギリス以外で最もイギリスらしい街とも呼ばれています。素敵ですね。広時刻は6時21分です。全然日が沈まない。信じられないくらい明るい。そして公園広い。あるけども公園でめちゃくちゃ広くて、キックボードに乗った爆速の少年が走っていたり、ちっちゃい女の子がカモを追いかけ回したりしてます。広あれ、今日はちょっとご飯を食べてもう宿に戻ろうと思う。6時22分。よし、明るいなぁと思って調べたら、今日の日の入りは9時でした。追憶の橋、平和への願いが込められています。立派ですね。ついつい隅っこを通ってしまうぜ。ゲゲプレイス、ちょっと顔なしにはハードルが高い。どうしよう。公園の方が居心地よかったよ。ここでご飯を食べようと思ったんだけど、ちょっとイケイケだな。一番並んでるここにしよう。すごー、でかー。おー、ケバブの中身にお野菜とヨーグルトソースがかかっているサンドイッチみたいな巻物です。これで16ドルなのでだいたい1400円くらいです。キャベツもシャキシャキで美味しい。もう全部食べきれないわ、多分。やばいもん。見てほら。着きました。パックンセーブです。パックンセーブと読みます。ここはおそらくニュージーランドで一番安いスーパーです。ちょっと遠回りしすぎて20分もかかっちゃった。コストコみたいな感じです。安そうでしょ。私はプラムを買いに来たのです。これを丸かじりするのだ。服で拭いてね。
ニュージーランドはラムがめっちゃ安くて、ほら800円ぐらい。まあお肉は今日は買わないよ。ケーキやばい。マフィン売れてるな。人気だな。うわーギルティー。見た目は可愛いけどね。おー、シナモンロール。ちなみに1ニュージーランドドルで90円ぐらいです。うわーパンでかい。うわーすごい。うわーこんな感じ。すごいでしょ。すごいね。チョコ買おう。うわー雪見大福売ってる。すごっ。しかもマンゴーとかチョコレートとか見たことないし、とにかくでかい。2キロって2キロのポテト。まあいっか、とりあえずビールとかクラフトビールとかワインの品揃えが半端ないです。このチョコレートがめちゃ美味しいんだよな。 250g 入ってる。8ドルです。バス停ちっちゃ。もう完璧だ。めっちゃ明るい。すごい、今日は1年の中でもかなり日が長い日です。ちょうど今夕日になっている。意外と遊べた。ここからバスに乗って30分ぐらいで今日のお宿に戻ります。住宅街に戻ってきました。ただいま時刻は8時59分。9時です。9時でこんな明るいのなんか変な感じするね。穏やかで静かな住宅街だ。よいしょ。いっぱい歩いた。本日19,520歩歩きました。頑張った。これにいっぱいさせるので充電してます。ごちゃ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 順番待ち。バスルーム。こんな感じ。観葉植物ぶら下がってる。おトイレ。もうシャワー入って今日は寝よう。今日は一日頑張りました。一人で、国内線を乗り継いでオークランドからクライストチャーチまで来て、バスに乗って宿にチェックインして、そこからさらにふらふら観光をして、カモと遊んでご飯を食べて戻ってきました。顔なし状態だと厳しいね。ちゃんと英語を喋って意思疎通できないと相手がすごく大変そうにしてしまうことが分かりました。でも一朝一夕でできるものではないから、雰囲気でなんとかなりました。明日移動で、明後日からなんとファームステイに5日間お世話になります。そこは超エコフレンドリーな宿で Wi-Fi がないので、今日ここで日本で残った仕事を全て終わらせてしまいます。動画2本の公開設定とインスタの投稿2つと、あと月末なので請求書を全て作ります。そして今日あった出来事をこの日記に記します。明日はなんとちかっちゃんと合流します。嬉
ちかちゃんと合流して明日からは女2人の車中泊旅。そう、私国際免許もちゃんと取ってきたので、車中泊旅2人でしていこうと思います。というわけで今回結構動画長かったと思うが、2年前に来て大好きになってしまったニュージーランドに再び訪れましたということで、頑張りました。今日はもうやることがいっぱいあるからおやすみ。おはようございます。すっきりした。そしてちかちゃんが到着したみたいです。今日から一緒に車中泊旅をするんだけど、ニュージーランドでワーホリをしてて車をゲットしたんで一緒に遊ぼうって言っております。おはようやば、よく分かったね、場所。ここ、うん、よかった。地図で分かった。うん、おはよう。おはよう。すごいナチュラルに入り込んでくるスタイル。入っちゃった。車どれ？これちっちゃいね。ちっちゃ。これはおいくら万円で？だいたい45万。安っ。マジ？すごい。ポルテ。ちょっと中を見せてください。コンテインのこれはニュージーランドでいろんなところでキャンプできるよっていう。そういうシールがあるんだ。そう。へえ、すごい。おお。このギターのやつね。私持ってきたよ、マジでありがとう。ギターグッズ。すごー。なんかあれだね、山脈みたいになってる。山脈？あ、そうね。これちゃんとなんか前のオーナーさんが磨いてくれたの。ここで料理したりできるってこと？そう。すごっ。コーナーがね、ここにあるんだけど。本当楽しみだね。今日はテカポコでキャンプです。来て5分で馴染むちかっちゃん。ってことになる。すごい。お尻かわいいね。天使。かわいいね。Yeah, I sort of. That's the second one. Nah, that's the second one. Morningstar. かわいい。 Yeah. 荷物を積み込みました。お願いします。お願いします。後ろ、果たしてここで2人眠れるのでしょうか。荷物やばい。じゃあお願いします。はい。乗り込み。なんか乗ったら意外と広いね。そうなの。ね。そうなの。よだからーし。多分うん。寝る時も意外と広いってなる。ここはオートなんだね。そう、なんかちょっとよくわかんない。はい、車に乗って土曜日だったのでサタデーマーケットに向かいます。いっぱい人がいて出店が出てるんだけど、ここでいろんなものを買って横の公園でいただきます。何を買ったか教えてください。プルコギと美味しそプルコギソーセージです。う。美味しそう。イエーイ。マーケットに来ました。まずはこちらからいただきます。非常に食べづらい。やばい、落とす。美味しい？コストコのプルコギをなんかジューシーにした感じ。おー、美味しい。そうさ、3週間のためだけにさ、ワーホリビザ取りましたっていうのめっちゃ面白い。面白いよね。そうなんだよ。そうなんだよ。ちかちゃんと一緒にニュージーランドを旅をします。最初の本当に一番最初の私の不安そうなドキドキの顔と見比べてみてください。心強い安定した仲間ができました。次は、5日間無料でファームステイする方法をお届けします。今日と明日と明後日ぐらいはちょっと車中泊しながらふらふらと旅をしようと思います。というわけでニュージーランド編またねー。ドッキドキの一人旅編ご視聴いただきありがとうございました。フレンドリーな
次回は農場で5日間無料で過ごす方法をお届けします。かなり肉体労働で暑くて、日本で30年生きてきて絶対に経験したことがないとんでもないハプニングがたくさん起こりました。お楽しみに。